レイムです。マリサだぜ。ねえ、マリサ。なんだ？ロレックスの新作予想が増えてきているわよ。そうなんだ。時計 YouTuber さんの予想を聞くのは楽しいよな。このチャンネルでも予想してみましょうよ。やるのはいいけど、全然当たらないと思うぞ。予想だから外れても問題ないわよ。にわか予想解説なんて需要あるのか不安だぜ。発表までのお祭りみたいなものよ。予想すること自体は楽しいからやってみるかな。つよしさんも聞きたいって言ってたわよ。じゃあ、気楽に予想をして楽しんでみるぜ。この番組は、時計の小話の提供でお送りいたします。時計に興味のある方は、ぜひチャンネル登録をお願いします。感想などのコメントもいただけたら、すごく嬉しいです。ゆっくりしていってね。それで何から予想していくの？その前に周年記念モデルについて整理していくぜ。他のチャンネルを視聴して知ってると思うけどね。一応な。ロレックスが120周年なんでしょ？そうなんだぜ。時計業界はもっと古い時計ブランドも多いけど、やっぱり100年以上続くってすごいよな。でも、1908もあるし、1908年じゃないの？1905年に創業者のハンス・ウィルスドルフが、時計専門商社のウィルスドルフ&デイビス社を創立したんだ。最初からロレックスではなかったのね。ロレックスの名前が登場したのが1908年だから、1908年の考え方もあるとは思うけど、公式を見ても創業自体は1905年で間違いないと思うぜ。2028年にロレックス登場120周年があるかもしれないわね。記念ごとは多いほどファンも喜ぶからいいんじゃないか。それもそうね。モデルではエアキングが1945年に誕生したみたいだぜ。そんな昔からあるのね。現存するロレックス最古のペットネームモデルなんだぜ。エアキングすごいじゃない。少し見直しちゃったわ。ただ、1945年と書いてあったり、1940年代と書いてあったりで、本当に1945年で正しいのかわからなかったんだ。昔のことだしね。もともとは、エアシリーズで4種類存在したみたいだぜ。エアシリーズ？エアライオン、エアジャイアント、エアタイガーがあったらしいな。聞き慣れないから違和感があるわね。エアキングがしっくりくるよな。エアキングはなくならなくてよかったわね。デートジャストも誕生80周年を迎えるぞ。ロレックスの代表モデルよね。ロレックスの3大発明が全て詰め込まれているからな。オイスターケース、パーペチュアル、デートジャストよね。さすがにレイムでも知っているよな。デートジャストの周年モデルは楽しみね。そして、大人気の GMT マスターも誕生70周年を迎えるぜ。GMT マスター2じゃないの？ GMT マスター2は、1983年に発売されたから、GMT マスターの発売後から約30年後に登場したんだ。今は GMT マスター2しか販売してないわよね。そうだけど、1の復活はさすがにないと思うけどな。そうなのね。この4つの周年記念と、あと廃盤モデルを予想するぜ。大胆予想といきましょうよ。ロレックスの昨年の新作発表は宝飾系が多かった印象だ。ギラギラした素敵な時計が多かったわよね。富裕層をターゲットにしていると感じたな。普通の会社員には買えないわよね。ロレックスの120周年なら、やっぱり高額モデルだと思うな。どのモデルになるかしら？ロレックスのフラッグシップモデルといえば、デイデイトだと思うんだけど、誕生が1956年なんだ。来年が周年の年なのね。だから、デイデイトじゃないモデルになる気がするぜ。確かに言われたらそんな気もするわね。1908のテこ入れも必要だと思うんだけど、合わせるタイミングなら2028年だと思うんだよな。ややこしくなっちゃうわよね。そうなると、やっぱりコスモグラフデイトナじゃないかな？コスモグラフデイトナもロレックスの代表モデルだもんね。宝飾系のデイトナは昨年出たから、ルマンのシークレットモデルと予想するぜ。あるかもしれないわね。ホワイトゴールド、イエローゴールドと発表になったから、エバーローズゴールドで金無垢3部作も面白いと思うけど、プラチナアイスブルーでルマンが発表されたら、すごい話題になるんじゃないか？アイスブルー大人気だもんね。現代のデイトナの象徴だと思うしな。じゃあ、ロレックスの120周年記念モデル予想は、コスモグラフデイトナ、ルマンプラチナアイスブルーね。にわか予想だけどな。次は、周年かもしれないエアキングね。エアキングはテこ入れしたいモデルだと思うんだ。ちょっと、歴史がある割に影が薄い印象もあるモデルよね。立ち位置が難しいんだよな。ラッカー系のカラーダイヤルも面白いと思うんだけど、また追いパペに寄ってきちゃうしな。古いモデルは追いパペに近い印象よね。そうなんだ。だから予想はチタンモデルの新作と予想しておくぜ。チタンのヨットマスター人気よね。GMT マスター2でチタンモデルも予想してるんだけど、エアキングはデート表示機能もないし、ダイヤルインデックスも全然違うから被らないんだよな。タイプが被らないのは重要よね。
チタンモデルの選択肢が増えるのは買う側も嬉しいよな。可能性がないことはない気がしてきたわ。次はデートジャストの予想をしてみるぜ。デートジャストは代表作だから楽しみね。ダイヤルやブレスの組み合わせも豊富にあるから、予想するのが難しいモデルでもあるな。やっぱり高額モデルかしら？最近のロレックスの方向性としてはそうなるんじゃないかな。みんなが購入できる新作がいいのにね。予想は、デートジャスト 41mm の金無垢モデルにするぜ。金無垢は、レディーデートジャストしかないわね。大きいサイズはデーデートを購入してほしいのかもな。金無垢モデルのデーデートが高額値上げになったから、手が届かなくなった人には嬉しいかもね。そうなんだ。金無垢モデルのデートジャストで、取り込める客層もあると思うからな。そうよね。プラチナアイスブルーも人気出ると思うんだけど、デートな予想で使ったから、ゴールドモデル3種にするぜ。同じでもいいけど、予想だから被らない方が面白いわね。そうだろ。最後はみんなが気になる GMT マスター2ね。これは、ほんと気になるな。ペプシが廃盤になる予想も多いわよね。そうなんだけど、GMT マスター初代のベゼルカラーが、赤青のペプシカラーなんだよな。周年で廃盤になってしまうのは寂しいわね。そうなんだよな。だから新作モデルを予想するぜ。どんなモデルになると思う？噂になっているベゼルは新型になるんじゃないかな。新作になるならベゼルは変更になりそうね。チタンの可能性もあるんだけどな。マスターつながりでもあるしね。宝飾系はシークレットモデルであるしメテオまであるんだよな。ロレックスは、GMT マスター2に力を入れているのね。ちょっと予想としては地味になっちゃうんだけど。新型ベゼル変更とカラーダイヤルにするぜ。カラーダイヤルは人気が出そうね。プロフェッショナルモデルでデートジャストの立ち位置だな。カラーダイヤルが出たら、ベゼルとブレスの組み合わせが、豊富になるから人気の組み合わせは入手困難になるわね。ただ、姉妹ブランドのチューダーがフラミンゴブルーみたいに攻めた新作を出してるから、ロレックスは真似しない気もするんだよな。そっちの路線はチューダーに任せるのね。ロレックスが高級路線に舵を切っていると思うからな。予想だから派手なので行きましょうよ。そういうことにしておくぜ。一つでも当たったらすごいわよね。予想している間が楽しいんだよな。結果はいつわかるのかしら？ 4月1日開催のウォッチズ&ワンダーズジュネーブ2025だ。ワクワクしてきちゃうわね。続いて、廃盤モデルも予想してみるぜ。こっちも気になるわね。ズバリ、オイパペのラッカーダイヤルは廃盤の可能性が高いと思うぞ。それは困るじゃない。廃盤になってほしくないけど、カラーは減ってるしな。イエローやコーラルレッドが復活してほしいぐらいよ。セレブレーションがシリーズの完結作品だと思うんだよな。新しいカラーは発表されないってこと？そう思うぞ。廃盤になっちゃったら、プレネが高騰して買えないわよ。ターコイズやセレブレーションはとんでもない価格になるな。オイパペロスになっちゃう人が続出するわよ。オイパペ自体の廃盤はないから、別シリーズに期待だな。どんなカラーになると思う？難しいけど、ロレックスだから予想を超えてくると思うぞ。今のラッカー系より人気になったら、もっと買えないわよ。ラッカー系を超えるイメージが、にわかには思いつかないけど、きっと衝撃的なデザインで。どうしたの？急に思いついたんだけど、パームモチーフやフルーテッドモチーフはあるかもしれないな。デートジャストで使われてたわよね。デートジャストで廃盤になっているから、オイパペで復活しても面白いと思ったぜ。じゃあ、これもオイパペの新作予想としておきましょうよ。予想だから何でもありな気がしてきたぜ。そんな感じで十分よ。オイパペのラッカー系が廃盤から予想を始めたら、エアキングのラッカーダイヤルも考えられるし無限だな。ウォッチズ&ワンダーズでの発表まで予想を楽しみましょうよ。それも趣味の楽しみ方の一つだよな。他にも廃盤しそうなモデルはあるかしら？個人的な主観の部分だから好きな人もいると思うけど、エクスプローラーのコンビモデルは危ないんじゃないか？すごく好きな人もいるでしょうけどね。冒険家の腕時計なんだぞ。そうね。ゴールド素材を使ってドレス寄りにするなら、デートジャストを選ぶんじゃないかな？正論にも聞こえるけど、税込み194万3700円は高いと思うんだよな。お酒も飲んでないんだし、その辺にしておかないとお叱りを受けるわよ。そうだな。エクスプローラーはすごく好きな時計だから、余計になんでって思っちゃうんだよな。マリサみたいにデートなしがいい人もいるのよ。確かにそういう考え方もあるよな。でしょ？でも、エクスプローラー2や、エアキングのコンビは出さないでほしいと思ってるぜ。それも含めて新作発表まで楽しめるでしょ？そうだな、望んで叶うもんじゃないしな。そうよ。霊夢は期待しているモデルはないのか？私の希望はスカイブエラーのサイズダウンモデルが出てほしいわ。それはわかる気がするな。でしょ？スカイブエラー素敵なんだけど、42mmは大きいのよね。どれくらいのサイズがいいんだ？
40mm 以下で理想は 37mm ぐらいかしら。技術的に難しいんだろうけど、発表されたら話題になるな。発表までどんどん盛り上がっていくから楽しみましょう。他の YouTuber さんの予想も楽しみだぜ。今回の小話はいかがでしたか？少しでも興味を持っていただけたり、面白いと感じてくれた方がいましたら、チャンネル登録&高評価、すごく励みになるのでよろしくお願いします。新作発表の予想などコメントいただけましたら、すごく嬉しいです。どんな予想でも大丈夫だぜ。みんなでワイワイ盛り上がりましょう。今しか楽しめないからな。動画の数も少しずつ増えてきましたので、視聴していない動画がございましたら、もう一本視聴していただけましたら、すごく嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。